はい、おはようございます。今日は5月19日月曜日ですね。僕が気になった AI ニュースをピックアップして共有していきます。で、今回は最後にコメント紹介じゃなくて、ちょっと今後のプロジェクトを共有させてもらおうと思いますので、ぜひ最後までお付き合いよろしくお願いいたします。はい。で、まず一つ目。一つ目は Google I.O. ですね。おそらく今週末か、まあ、週明けぐらいになるのかなと思うんですけど、Google I.O. っていう、まあ、Google さんのイベントがあるんですね。で、そこで何やら新しいビデオエディター、AI ビデオエディターである Flow を発表する可能性がありますと。これはちょっとね、どういうことなのかがわかんないですけど、なんかポツポツいろんな人のポストを見てる感じだと、チャット GPT、オープン AI の空があるじゃないですか。動画生成 AI というかそのツールのですね。あれに似た感じのものなんじゃないかなと。その動画生成に特化したツールとして出すんじゃないのっていう噂が出てます。はい。まあ動画生成に関してはね、やっぱり BO2 とか、まあ、BO3 の話もありますけど、Google の動画生成もクオリティ高いんで、で、それでさらに、まあ、ビデオ編集とかも含めて、もうがっつりと作るっていう機能を持ったツールが出るんじゃないかっていうとこですね。これ結構楽しみですね。嬉しい人多いんじゃないですかね。で、これが、ジェミニアドバンスユーザーとかね、まあ、僕は Google ワークスペースユーザーですけど、そういう人でも使えるってなったら、これ結構歓喜ですね。個人的にはちょっと楽しみだなと、はい、思っております。はい。で、二つ目は、ジェミニアドバンスドの、今契約されている人、ジェミニアドバンスユーザーが、友達を招待すると、その招待された人が、ジェミニアドバンスドを4ヶ月間割引で使える。これがね、無料なのかどうかね、ちょっとわかんないんですけど、割引っていうのが、どれぐらい割引なのかはね、ちょっとわかんないんですよね。前にね、あったんですよ。招待受けると3ヶ月間無料で使えるみたいなキャンペーンがあったんですけど、それに近いものなのかなって個人的には思ってて、で、これが無料なのか、例えば半額とかなのかはちょっとね、わかんないです。申し訳ないです。はい。で、僕、その Google ワークスペースで Gemini Advanced と同じ機能を使える側なんですけど、それでは、招待コードみたいなのがね、発行できなかったんですよ。なんで、あくまでも Google Advanced、まあ、Google One の契約者だけっぽいですね。はい。まあでもこういう取り組みをして、あれですね、まだジェミに使ったことないよっていう人たちを、こうね、取り込もうとしてる感じはしますね。これはでも結構いい働きかけだなと思います。はい。で、最後の3つ目。3つ目はカーソルの話ですね。今後僕ちょっとカーソルを使っていくことになるので、カーソルのニュースは僕にとってホットになっていくので、ちょくちょくピックアップはすると思うんですけど、はい。だからカーソルの、無料のプランが更新されましたと。で、僕実際カーソルほとんど使ったことがないというか使えないので、これがどこまでどういうふうに大きく変わったかとか、まあそれによってどれぐらいの恩恵があるかっていうのは実感値がね、わからないんですよ。今後多分体感していけると思うんですけど、はい。まあただそのリクエスト数とかが、ちょっと上限が変わったりとか、で、使えるモデルが変わってるとか、そういうのが含まれてるっぽいですね。まあ、今後、ちょっとね、僕自身もそのカーソルを勉強しつつ、で、どういう変化が起きたかっていうのは、なるべく詳しくお伝えできるようになっていきたいなと思ってます。はい。まあ、これに関してはちょっと今現時点でカーソルを使っててどういうことが変わったよとかが分かる方がいらっしゃればぜひね教えていただけると嬉しいです。このニュースも一昨日のねライブ配信中に教えてもらったニュースなんですよ。はい。今後僕にとっては重要になってくるので、ぜひ教えていただけると助かります。はい。ということで、ニュースはこの3つになります。で、ちょっとね、今後のお話をね、したいんですけど、えっと、ライブ配信で、前回ですね、前回の土曜日のライブ配信で、ガチのプログラミングをやってる方とかエンジニアさんから、生成 AI でプログラミングをするっていうことを前提におすすめのツールを紹介してもらったんですよ。で、僕自身が今後ポートフォリオサイトを作るっていうことを目標に、
いろいろツールを選んでティア表を作ってもらいました。で、その結果とかは、僕の YouTube のチャンネルの投稿、テキストとかを貼る投稿ですね。あそこに貼ってるので、ぜひ見ていただきたいんですけど、一応ですね、今現状だと、あれ、こんな感じになってて、で、ちゃんとサーバーも立てて、で、公開ができるようなところまで持っていく予定です。はい。で、どういうポートフォリオサイトを作るかっていうと、今ディスコードコミュニティに参加している皆さんが、例えば画像を作りましたとか、作曲しましたとか、動画を作りましたっていうような作品を多分たくさんの人が作ってくれてると思うんですよ。あとはそのブログ記事とかでもいいと思うんですけど、そういうのを皆さんが自由に投稿できるようなサイトを作りたいなと思ってます。で、そこでみんなの作品を集めていって、で、この人こんなこと作れるんだとか、これ面白いなとかっていうような交流の一つのきっかけだったりとか、せっかく作ったんだったら誰かにやっぱり見てほしいよなって思うので、そういう場をね、僕が作りたいなと思って、これから挑戦をしていきます。もう完全にゼロから作っていきます。僕、全く素人なんで、その僕が、ポートフォリオサイトを作るまでっていうのをやっていく感じですね。はい。で、01のフロントの部分、こういう見た目のページを作るのは、今のところ現状、ボルトニューっていうのを使う予定です。で、そこでフロントのざっくりとした表向きのページができたら、あとは裏側のなんか細かい機能とか、あとはどういう風な動きをするとかっていう、この辺をちょっと教えてもらいながらになるんですけど、そこでカーソルを使っていくっていう感じですね。はい。なので、ボルトとカーソルを使って開発を進めていくっていう風に決まりました。はい。ライブ配信の中で。で、今後ね、クラウドフレアっていうそのサーバーを使うんで、そのサーバーで動かすようなイメージで、構築していきますよと。で、今後必要になってくる知識とかがやっぱりあるので、じゃあ Git と GitHub って何とか、カーソルの基本操作はもちろん勉強していかなきゃいけないし、要件定義っていう言葉はよく聞くんですけど、それってそもそも何っていうのを僕知らないので、その辺も、チャット GPT とかクロードを使って書くにしても、やっぱり勉強はしなきゃなっていうところをやっていきます。はい。で、あとはそのサイトの完成度をね、どこまでやっていくかっていうのも、要件定義を決めながらにはなると思うんですけど、じゃあデザインはどうかとか、ページ分けるのかとかですね。で、セキュリティの部分はとか、管理画面作るの作らないのとか、データベースはとか、いろいろ出てくるわけですよ。その辺も勉強しながら、教えてもらいながらやっていく予定になってます。はい。っていうのを前回のライブ配信で2時間半ぐらいですね、ディスコードのボイスチャットをつなぎながらみんなでワイワイやらせていただきました。はい。皆さん、本当ご協力ありがとうございます。あと、そのライブ配信も、前回ね、ほとんどコメント欄読めなかったんですよ。ボイチャで、いろいろ教わりながら、ティア表を動かしてっていう感じだったので、で、コメント欄読めなかったんですけど、それでも、もう本当にコメント途切れることなく、皆さんがいろんな意見出してくださったりとか、それ勉強になりますとか、こういうのありますよとかって、アイデアもそうだし、全然知らなかったツールも出してもらったりとかで、めちゃめちゃね、ある意味、今までと違う盛り上がりがあったんですよ。だからやっぱね、すごく楽しかったですし、なんだろう、そうやって積極的にね、参加してくださる方がね、たくさん集まってもらえたっていうのはね、本当に嬉しいです。本当にありがとうございます。はい。で、完全に素人の僕がこれから開発をね、していくので、やっぱり分かんないこともいろいろ聞くと思いますし、もっとこうした方がいいよってアドバイスもね、多分いただくと思うので、それはそれで僕自身も分からないなりに受け止めながら、で、勉強しながらやっていきたいなと思います。はい。で、本当にね、こういう初挑戦のことって、もう失敗することが前提じゃないですか。で、失敗するって分かってるんですけど、分かってるからやらないっていうよりも、失敗したことをちゃんと受け入れながら前に進んでいきたいなって僕自身は思うんですよね。失敗する失敗するだろうからやらないじゃなくて、失敗しました。その失敗した自分自身を受け入れて、ちゃんと受け止めて、認めた上で、教えてもらった人に感謝をしながら前に進むっていうことをやっていきたいなと思うので、なんだろうな、僕の集大をね、晒す形にはね、どんどんなっていくと思うんですけど、ぜひそういう姿を見て、励ましてもらったりとか応援してもらえると嬉しいですし、
できれば、もし可能であれば、僕と一緒にこれから開発を、挑戦してみてもらって、ここ難しいよねっていう共有もさせてもらえると嬉しいです。なので、僕に教えてくださる方と、僕と一緒に進んでもらう方と、いろんな方がね、いてもいいんじゃないかなと思うので、ぜひ一緒に頑張ってもらえればな、一緒に頑張っていけたらなと、はい、思っております。どうぞよろしくお願いいたします。この辺も、もう開発のことに関してはもう本当逐一できる限り記録に残してで皆さんに共有したいなと思ってますので、はい、何かの参考になったら嬉しいですしアドバイスとかもねいただけると嬉しいです。はいという感じになります。このね毎朝のニュースに関しては基本的には何かのねアップデートがありましたとか新しいニュースが飛び込んできましたっていうのを紹介するものにはなってるんですけど僕の個人的なニュースとかコミュニティの中で生まれたニュースとかの発表の場でもいいのかなとちょっと思ってるので少しずつねいろいろ試しながらやっていきますのでまたご意見いただけると嬉しいです。はいというわけでこの動画は以上になります。では。